漏れなく奇跡がついてくる強運な女の心の持ち方。どう転んでも夢が叶っちゃいますよ。この世の中には運がいいとか悪いとか、そんなことなど超越した何かと恵まれ楽しく幸せな毎日を生きている強運な女というものがいるものです。しかも強運な女はついてる、なぜかやたらといいことが起こるというだけでなく、たとえピンチやどん底にいる時でも誰からともなくどこからともなく、すっと救いの手が差し伸べられ、引き上げられ、すごいチャンスをつかんでしまうものです。強運な女というと、強い女とか完璧な女とか抜かりない女というような印象を抱く人もいることでしょう。まるで泣いたことがないような性格がきつい女であるかのように取る人もいるかもしれませんね。しかしそうではありません。何を隠そう、強運な女というのは素直な女なのです。素直な心の持ち方を通して宇宙とつながり、すんなりいいことを引き寄せている人なだけです。そもそも素直でないと宇宙とはつながれません。何もうまくいきません。というのも、素直さこそが心のあるがままをエネルギーのパイプを通して宇宙に届けることができるものであり、この現実を作っているものだからです。さて、今のあなたになりたい姿や就きたい仕事、叶えたい夢や手にしたいお金や成功があるというのなら、そして強運な女になってうまくいく人生を生きてみたいというのなら、素直な心の持ち方に沿ってみることです。それだけで全てはもっとたやすくなります。そんなことぐらいで何が変わるのよ。などと侮ってはいけません。考えてもみてください。もし素直でないと、あなたはあなた自身に沿うことも難しく、あなたの意図するものを生み出すのを邪魔することにもなるのです。自分の心に非協力的でいて、一体何を手にできましょう。どんな人生を叶えられましょう。いつでもあなたの心がものを言うのです。さて、たった一度のこの人生、あなたも強運な女で生きてみたいと思いませんか？何かと恵まれ楽しく幸せな毎日を生きてみたいと思いませんか？頑張らなくてもうまくいくようになりたいと思いませんか？もちろん、あなたも今すぐそういう強運な女になれるのです。本書の強運な女の心の持ち方にちょっとあやかるだけで。そうしてやがてあなたも漏れなく奇跡がついてくる人生を迎えられ、素直にその現実を喜んでいることになるでしょう。何でも素直に望む。強運な女はいつどこで何をしていてもチャンスとサポートを引き寄せるのがうまいものです。そして叶えたいことのすべてを大きな規模であらゆる領域で何度も叶えています。しかも普通の人がたった一つの願いでさえも何年も叶えられずにいる時でも、それを横目にすいすい理想の人生を進んでいるもの。そんな強運な女は一体どんな魔法を持っているのでしょうか。ズバリ、それは望む力です。望む力のある人は必然的に願いを宇宙に通す力と現実にそれを受け取る力も持っています。しかし世の中の多くの人たちも何かを望むことはしているものです。例えばお金持ちになりたい、恋人が欲しい、成功したいというように。けれどもそういう人たちが望む力を持っているのかというと、そうとも限りません。むしろ本当には持っていないことの方が多いものです。というのも、この望む力が持てるのは本気でそれを望んでいる人だけだからです。本気で望んでいる人は叶えたいことを叶えるために自分がすべき必要なことは全てやる覚悟でいて、当然惜しみなくそのための行動をしているものです。しかも喜んで。この心の持ち方と行動こそが、それを叶えたいという意図を通す力となり、宇宙のサポートを強力に引き寄せるものとなるのです。望む力がある人は、とにかくいい結果に導かれやすいものです。それは望んでいるものを手にする前から、それをしっかり愛しているからです。
逆に望む力がない人は、望んでいるものを本当には愛していないものです。本気で望んで叶うなら本気にもなるけれど、本気になったところでそんなこと叶うかどうかわからないなら、望むだけ無駄だよね。などと言いながら何かを望んでいるとしたら、もうその時点でそれを愛していないのと同じです。愛するというのは、結果がどうであれ愛してしまっているということです。男と女の関係を見てもそうです。本当の愛とは、気がついたらただ相手を愛してしまっているということです。相手がこちらを愛してくれたらこちらも愛するけれど、愛してくれないのなら愛しても仕方ないと理屈をこねられるようでは、愛していないのと同じです。そもそも人は愛してはいないものに自分の気持ちもエネルギーも時間も注げないものです。それゆえ、そういう望み方しかできない人は、望む力も通す力も受け取る力も持てないし、夢や理想が叶いにくい現実を持ってしまうのです。時々めげる。強運な女という言葉は、強いという文字がついているだけに、なんだか気の強い女であるかのように取られがちですが、そうではありません。強運な女だって、時々めげたり落ち込んだりするものです。もうやってられないと思うこともあるし、何もかもを放り投げて逃げたい時だってあります。そりゃそうでしょう。生身の人間として生きている限り弱ることもあって当然。しかし強運な女はそこから落ちきってしまって弱運な女、ズタボロ女になってはしまわないものです。というのも、弱ってしまった自分を決して見捨てず、しっかりケアすることができるからです。自分を癒し、ちゃんと復活できるまで面倒を見ることができるからです。もしも自分の弱っている部分や弱い時期を無視し続けるとどうなるでしょうか。おそらくその人は弱る一方で、どこかを患うかもしれないし、ある日突然ダウンしてしまうかもしれないし、人生を途中でダメにしてしまうかもしれません。弱音を吐いたり、めげたり、落ち込んだりするのは何も悪いことではないのです。それを通して自分自身や人生の癒しきれていない領域やうまくいっていない領域を救うチャンスを得られるのですから。もし弱っている自分に気がついたら、辛かったね。やっていられないのもわかるよ。と自分を温かく包み込み、赤ちゃんのようによしよしとあやし、いたわってあげましょう。弱っている自分をしっかり受け止めてもらえたら、やがて癒され、再び元気になれるもの。しかし癒されるチャンスを失うと、復活するチャンスを失うことになり、エネルギーを取り戻せず、前にも進めなくなります。自分の弱さも可愛がる大切さを知りましょう。人間、強がって無理することが偉いのではなく、むしろそれをかばえる自分になることで、しなやかにたくましくなれ、自分と運のコンディションも良好に守れるのですから。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は、漏れなく奇跡がついてくる強運な女の心の持ち方という本をご紹介します。強運とか奇跡とか、なんか惹かれるキーワードですよね。手に入れたいって思う反面、どこかで手に入るはずないって思っていたりして。だって、ものすごい確率で偶然手の中に舞い込んでくるようなものだから、いくつものサイコロを振って全部同じ目に揃えるような、自分ではどうしようもない力のように感じてしまいますが、でも違うんです。強運とか奇跡って運命に任せるようなものではなくて、自分で積極的に掴みに行けるんですって。しかも何も特別なものはいらなくて、必要なのはあなたの心の持ち方だけなんです。著者は吉川奈美さん。アンドリュー・カーネギーやナポレオン・ヒルの成功哲学、ジョセフ・マーフィー博士の潜在意識理論に惹かれ、30年にわたって研鑽されてきた吉川さん。その学びに独自の成果法を組み入れ、わかりやすい、面白い、ためになるオリジナリティあふれる自己啓発の世界を展開されています。そんな彼女が何かと恵まれ楽しく幸せな毎日を過ごしている強運な人になるための心の持ち方を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。
そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。リッチなものを眺める。強運な女は家の中にいても気分を引き上げ、波動を引き上げ、運を引き上げるのがうまいものです。そんな強運な女が家でしていることは、憧れに胸が膨らみ、未来に心が躍るというような夢空間を作り、それを毎日眺めること。例えば、カップボードにお気に入りの美しい絵柄が描かれた高級食器などを並べたり、小さくてもいいので有名絵画を1点飾ったり、豪邸の写真を壁に貼ったり、欲しいもののレプリカを置いたりして憧れの夢空間を作るのです。それはあなたの部屋のほんの一角で OK。OL さんなど一人暮らしで 1K の部屋に住んでいて余裕スペースなどないという場合でも、たとえハンカチ1枚程度のスペースでもいいから、そこに夢が膨らみ心が躍る理想ライフを象徴するものを置いてみるのです。そしてそれをただ眺めながらうっとりするもよし、優雅にティータイムをするもよし、その景色をつまみにお酒を飲むのもよし。とにかくそういったものをただ眺めることで心を刺激し、それをきっかけにさらに上を目指すのです。今はこの高級カップを一つしか並べられないけれど、そのうちこのカップボードが全部高級カップで埋め尽くせるほどお金持ちになるわよ。いつか高級絵画をいくつも並べるのが似合うような白亜の豪邸に住むわ。将来は運転手付きの外車に乗って仕事に出るような何者かになるわよ。というように。そうやって部屋の中で理想の象徴を眺めながらワクワクポジティブ妄想し、幸せな瞬間に浸るのです。するとそれだけで楽しく意識が高まり、いい感情が湧き上がり、やる気になり、ワンランクアップした人生を叶える人になれます。人はただ何かをもっと頑張らなきゃと自分のお尻を叩いても、叶えたい理想を心の中で見られないでいるとその気になりにくく、そこに向かう気力も生まれないものです。見えていないものを目指すというのは至難の業だからです。しかし、たとえ些細なことや自分の小さなこだわりであったとしても、このために頑張ろうと思えるものがあれば、心が勝手に動き出し、宇宙を動かし、現実を動かしてくれるのです。強運な女は心が動かない限り自分を動かしたり人生をランクアップさせるのは難しいものだと分かっているからこそ、手っ取り早く心を刺激する方法を身近なところ、つまり自分の居場所という部屋に作るわけです。たまにはサボる。キャリアや成功を手にすることに対して誰よりも頑張っているように見える強運な女が、密かににんまりしながらやっていることがあります。それはサボることです。実はうまくサボりながらやることでこそ、仕事も趣味も勉強も貯金もむしろいい形で続けることができるのです。こんなことをお伝えすると、サボるだなんて、そんないい加減なことを人に伝えないでくださいと怒り出す生真面目な人がいるかもしれませんね。しかし、働け働け、頑張れ頑張れと誰かに言われ続けたり、自分で自分を追い込んだりして頑張り続けることを強要されたらどうなると思います？きっとアップしてしまいます。いつか壊れてしまうでしょう。しかも頑張らなきゃと張り詰めた糸はある日プツンと切れてしまいます。会社には行かなくてはならないことは分かっていても、時にはどうしても会社に行きたくない気持ちになったり、行きがたい理由があったりすることはあるものです。またなぜか憂鬱になったり、昨夜彼と別れて絶望の淵にいるとしたら、それだけでもう今日は会社に行きたくないと思うこともあるでしょう。そんな時は一層一日、今日だけはと自分を甘やかしてみてもいいかもしれません。それだけで会社を辞めます
なんて早まったこともせずに済み、復活するチャンスを自分に与えられます。どのみちいやいや会社へ行った日は、ぼーっとしているのが関の山でしょう。仕事にも身が入らないはず。どうしても会社をサボれない場合は、とりあえず行くだけ行って、何時間かに1回くらいは席を離れてコンビニにでも買い物に出るといいでしょう。そうして青空でも見ながら、ポケーっとジュースでも飲んで、15分サボるぞ、としてもいいかもしれません。ほんの少しの時間でいいから、自分を緩めルーズにすると、やんわり救われるから不思議です。すると人間、気力も体力も取り戻せ、また元の自分に戻ってやるべきことにつけるものです。これらは何もあなたをたぶらかしたくて言っているのではありません。あなたを怠け者にしようというのでもありません。この長い人生、一時的にでも救われる方法を持っておくと、自分を壊さず、今ある環境や宝物も壊さずに済むことは多々あるのだということです。どこかで何かをうまくサボることができる人は、自分も人生も守るのがうまい人です。ただし、ひとときサボるのは復活するためということをお忘れなく。決してサボり癖をつけて自分をたぶらかしてダメ人間にしてしまうのではありません。あと、私はサボりすぎているかもという方は、たまには真面目にやるでいきましょう。遊んで暮らすを実行する。あなたも一度くらいこんな風に思ったことはありませんか？遊んで暮らせたらどんなにいいだろう。宝くじでも当たれば、億万長者にでもなれれば遊んで暮らせるのに、と。何を隠そう、強運な女はその遊んで暮らすを宝くじに当たらなくても億万長者にならなくても叶えています。その叶え方は、とにかくまずは今日一日だけは遊んで暮らすというところから実行するというものです。一生遊んで暮らすことは今のあなたにはあまりにもいきなりなことであったり、とてつもない計画に思えたり、不可能に見えることかもしれません。しかしここでお伝えする小さなステップを踏んでいけば、私今遊んで暮らしているのよというセリフを吐ける瞬間が来るものです。ちなみに私の場合、もちろんこの遊んで暮らすのステップを実際にやり叶えています。というわけで私がやったステップ、あなたを遊んで暮らす優雅な女にしていく方法をお伝えしましょう。まずあなたが OL さんの場合、会社の休みが月4回あるとします。土日が休みで休日が8回ある人がいるかもしれませんね。その休みの中の何日かを完全にこの日は遊んで暮らすと決め、徹底して遊ぶことだけをします。その日はとにかく朝から一切何も用事をしないのです。食事の支度も家事も仕事のことも脇へ置きます。朝から家でゴロゴロしてもいいですが、それだけではもったいないので、とにかく外に遊びに出かけます。お気に入りの場所に行って好きに遊びます。そうして月に1日か2日だけ遊んで暮らすを実践できたら、今度はその日数を増やすのです。自分に与えられた休日の4日とも、あるいは8日とも遊んで暮らすを実践してもいいのです。あるいはそのうちの半分でもいいですが、とにかく連続的に使えるほど遊んでいる気分は満喫できます。そして遊んで暮らすために取る休日をどんどん長くしていきます。有給を取り入れたり、連休と有給を合わせたりして、連続的に長期でお休みを確保し、実践してみてください。職種や立場や状況など、ケースによってはまとめて数週間から1ヶ月くらいお休みを取ることができるという人もいることでしょう。それなら、ぜひまとまった日数で大きく遊んで暮らすを実践しましょう。自分が会社をやっているとか、自分で仕事の都合をどうにでもできるという人は、なんなら今年1年遊んで暮らすか、と大胆にどうぞ。それは本当に優雅になり、自分は何者であるのかと思ってしまうくらい感動します。そんなことをやっていくうちに、なぜか人生ステージがレベルアップしてきます。というのも、潜在意識が遊んで暮らすをあなたがごっこ遊びでやっているのか、実際にあなたという人間が遊んで暮らすスケールの人なのか区別できず、
それを真実だと受け取り、あなたの現実とし続けるという働きをするからです。あなたも月に1日でもいいから遊んで暮らすを実行してみませんか？自分を思いっきり自由に解放した後にやってくる感動と、その後の人生にやってくる宇宙の贈り物の大きさと素晴らしさにびっくりしますよ。ゴールを見ておく。強運な女はどう転んでも叶えたい夢や目的を達成し、理想の人生を手に入れ、最後には微笑んでいるものです。その秘密は最初からゴールを見ているところにあります。人は結局どこにたどり着きたいのかさえ分かっていたら、途中経過はどうであれ、そこにちゃんとたどり着くことができるものです。例えばあなたが電車に乗ってどこかに行こうとするとき、目的とする駅さえ決めていたら、そこに行くのは簡単です。たどり着きたい目的地に焦点を合わせてさえいれば、自分で正しいルートを調べたり、わからなければ誰かに聞くなりして、そこに行く手段や方法を手に入れてしまえるからです。私はここに行く。絶対にそこにたどり着くぞ。と最初からゴールを決めているとき、人は何も不安ではないものです。たとえ途中経過で何かを間違ったとしても、失敗してもあまり慌てないものです。というのも、どこへ行けばいいか分かっているから、もし間違ったり失敗したりしたとしても、またその地点からもう一度ゴールに向かって軌道修正し、進み直せばいいだけだと分かっているからです。しかしこの人生では、時々どう生きていけばいいか分からない。この先をどう進めばいいのか分からない。と言って思い悩み、パニックになる人がいるものです。しかしよく話を聞いてみると、そういう人は大概目的もなく生きていたり、たどり着きたい場所も決めていないものです。決めてもいない場所に進むのは至難の業です。ゴール地点なしでマラソンするようなものです。たどり着きたいゴールを自分の中で見てもおらず、知りもせず、決めてもいないというのなら、先に進みようがなく、たどり着きようもないのです。人生はあなたが何かに目的を持ちゴールを決めたとき、初めてあなたに進むための道を与えてくれるのです。その道を歩くことを生きがいと喜びにできたとき、ぶれない、揺れない、迷わない強運な女になれるのです。昨日までがどうであれ、今日新しい何かを見つけ、いい変化を持てたなら、それだけであなたの心の力は高まり、運も強くなっているものです。もし昨日までの自分を振り返った時に運の強さを感じられなかったとしても、何も満足できないものであったとしても、最悪なものを感じていたとしても心配ないのです。というのは、すべては今この瞬間に生まれ変わることができ、より良いものへと、望むものへと変えることができるからです。それを成し遂げてくれるものこそ他でもない、あなたの心の持ち方です。物事や状況のすべてはあなたが心の中を変えることにより変わることができるのです。そして心が変化を起こしたものは必ず新しいものになるというのが宇宙の法則です。すべては毎朝生まれ変わっています。同じものなど一つもありません。だから何かを嘆く必要もないし、落ち込み続ける必要もないのです。昨日雨が降っていても今日は晴れ、今日晴れていても明日は雪で、それでもまた晴れる日が来るのです。そうしてあなたの心も人生も毎朝毎刻ごとに、本当は微妙に、あるいは大きく生まれ変わっているのです。昨日は泣いていても今日は笑え、また悩むことが出てきても次には解決し、すっきりしているものです。すべてが変化を生み出しながら動いていて、それに伴った自分の心と運の動きと人生があるだけなのです。今日という日がどんな空模様であったとしても、心が力を持ったなら、こんなに強くて素晴らしいことはないのです。本当の意味での強運とは、毎朝生まれ変わる新しい一日をどれほど喜んで迎えられるか、その心の持ち方にかかっているだけなのですから。今回もプロローグデートのご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？強運な女っていう字面だけ見てしまうと、
強くて完璧な人っていう印象を持ってしまいますが、実は違うのですね。自分の強さも弱さもちゃんと受け止めて、その上で願いとか希望に向けて顔を上げ続けていける人なんです。だからそのマインドさえ身についてしまえば、誰でも強運な人になれるんです。これって言い換えれば、自分らしく素敵に生きていける人っていうこと。自分の力も見えない力も信じて、楽しく幸せな毎日を過ごしていきましょうよ。そんな本書は現在 Amazon の読み放題サービス Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読めるんです。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。